言葉の系統樹って、単語から作るのよね。文法の形からは作れないのかしら？いい質問だぜ、弥生さん。今日はまさにその話の論文を紹介するぜ。ウェンチャオライシとヘイティアオリアシの研究だぜ。題は、構造的系統シグナルは深い時代では機能しない、というものだ。トランスユーラシア初号対象に、ベイズ法でツリーバンクを分析したんだ。トランスユーラシア初号って何かしら？聞き慣れない名前だけど大きな括りなの？ジュルク語族、モンゴル語族、ツングース語族をまず含む枠組みだ。そこに日本語族と朝鮮語族を加えた、合計5系統をまとめた提案なんだぜ。旧来のアルタイ語族説と関係する、100年以上も論争が続く仮説なんだ。日本語のルーツにも関わる大問題ね。それで、この研究は何を調べたの？従来の定量系統学はほぼ全部、語彙の同言語データに頼ってきたんだ。この論文は違う問いを立てている。文法構造からシグナルは取れるのか、だ。そして、それは遠い過去まで維持されているのか、という点だぜ。文法って、そんなに変わらない気もするわ。語順とか、ずっと同じままじゃないの？そこが昔から争われてきた点だぜ。文法は語彙にない歴史を持つ、という説。接触が穏やかなら統合は安定だ、という主張も古くからあるんだ。逆に構造は借用や平行革新に弱い、という同じくらい古い流れもあるぜ。最近の SSWL を使った検証では、統合の系統シグナルは弱いとされた。音韻データより弱く、深い解文を復元するには足りなかったんだ。文法にも使える範囲と限界があるのね。それをどうやって確かめるのかしら？限界を正確に測ること自体が目的だぜ。何ができて何ができないかを示すんだ。この語族の想定年代は約9000年前だ。語彙ベイズ研究が出した推定値だぜ。構造証拠が通用すると示されてきた深さを、はるかに超えているんだ。9000年前ってすごい昔ね。日本列島では縄文時代の頃だわ。だから著者らは、この論文を語族の是非の検証とは呼んでいない。証拠についての問いだと言っているぜ。どれだけシグナルが残るのか、だな。でも、そんなマイナーな言語のデータってそもそも揃っているものなのかしら？そこが第一の壁だぜ。ツリーバンクがない言語だらけなんだ。ツングース語やモンゴル語には、連続テキストが全くない言語も多い。そこで著者らは参考文法書の例文に注釈をつけ、自前で作ったんだぜ。GDUD というパイプラインを使い、13の新しいツリーバンクを構築した。文法書の例文から作るなんて力技ね。それって、ちゃんとした品質なの？二重注釈で品質を測っているぜ。品質一致率は 97.4% だ。ラベル付きかかり受けも 92.4%。各評価値は目安を十分上回ったんだ。13本すべて公式の検証期も通過した。公開も予定されているぜ。それなら安心ね。全部で何言語を比べたのかしら？トランスユーラシア側が25言語だ。ジュルク8、モンゴル6、ツングース9。それに日本語と韓国語が一つずつだ。各言語は現代方言一つで代表させる。さらに外文を3つ加えて、合計28言語のサンプルになるんだ。外文って、比較のための他人訳よね。どんな言語を選んだの？中国語とベトナム語、そしてヒンディー語の3つだぜ。中国語とベトナム語は SVO で、主要部が前に来る方の言語だ。ヒンディー語が重要な比較訳だぜ。引用語なのに SOV で主要部末尾なんだ。血縁はないのに語順だけ似ているのね。それ、いい判定材料になりそうだわ。その通り、診断用の一手だぜ。系統を見ているのか語順を見ているのか。それで、文法の何を数値にしたの？構造的特徴って具体的には何かしら？最終的に29の特徴を使っているぜ。大きく2つの群に分けられるんだ。一つは依存関係に基づく指標だ。方向、エントロピー、距離の3種類だな。もう一つは構文と頻度の比率だぜ。補分母子比率や各表示比率などだ。依存方向って、どういう意味なの？ちょっとイメージが湧かないわ。かかり先の語と関わる語の前後関係だぜ。主要部が前か後ろかを数えるんだ。全体で主要部先行の割合を出す。これがディーダーグローバルという指標だ。語順類型では最も確立されていて、言語間で比較しやすい特徴なんだぜ。エントロピーの方はどうなの？情報理論の言葉が出てきたわね。方向エントロピーは語順の混ざり具合。一方向に固定なら0、半々なら1だ。関係分布エントロピーは別物で、文法関係の使い方の広がりを測る。距離の指標は平均依存距離だな。かかり受けの語の離れ具合の平均だぜ。でも、例文だけの小さいデータでしょ？数値が安定しないんじゃないかしら。そこも検証済みだぜ。大きいツリーバンクを削って試している。40分まで減らしても、収穫の特徴は全体値から 3% も動かなかったんだ。大抵 1% 未満のズレで済む。小規模でも信頼できるということだぜ。それなら規模のせいにはできないわね。
いよいよ系統樹を作るのかしら？その前にシグナル検定をするんだ。特徴が歴史を反映しているか調べる。パゲルのラムダと、ブロムバーグの K を使うぜ。多重比較の補正として FDR もかける。企業性を抑えるための処理だな。検定には正解の系統樹がいるわよね。論争中なのに、どれを基準にしたの？一つに決めず、4つ全部試したぜ。競合する仮説をそのまま並べたんだ。H1 はツングース、日韓、モンゴル、ジュルクの3分岐という多分岐案だ。H2 はツングースが日韓と組む案、H3 は中核サンゴ族をまとめる案だぜ。H4 も中核サンゴ族の関係を別の枝分かれで表す案なんだ。4つ比べれば、どれが強いかわかるのね。結果はどうなったのかしら？ H1 では厳格基準で7特徴が合格だ。緩和基準なら20特徴も通ったぜ。だが入れ子仮説は軒並み弱かった。厳格基準で2つ以下しか通らない。ただし著者は慎重に言っているぜ。H1 は最も解像度が低い基準だからな。積極的な指示というより、特定の入れ子に根拠がないという話だ。合格した7つって、どんな特徴なの？何か共通点がありそうな気がするわ。全部が中核の語順特性だったぜ。目的語の方向が特に強かったんだ。社格や補文、各表示の方向、連帯就職説の方向も含まれている。全体の主要部先行比率も入っている。ラムダが1に近く K が1声は強い数値だ。そんなに強いなら、いい気ができそうね。期待が高まってきたわ。ところが、そうはならなかったんだ。ここからが論文の革新だぜ。ミスターベイズでベイズ推定を行った厳格7特徴と緩和20特徴の2通りだ。連鎖はきちんと収束しているぜ。ASDSF は 0.01 を下回っている。それでも合域はほぼ未解決だった。事後確率 0.75 超の枝が0なんだ。0って、全く枝が立たないのね。ジュルク語族もまとまらなかったの？ジュルク、モンゴル、ツングース、どれも単一のまとまりにならなかった。溶けた組も奇妙でな。七イ語とベトナム語が組んだりする。近隣結合法で確認しても同じ結果だ。2手法が一致してた分岐を示したぜ。収束しているのに解けないなんて変ね。計算の失敗じゃないってこと？単なる計算の未収束ではないぜ。内部を解く情報が足りないんだ。そして例のヒンディー語だ。外軍なのに内側に入り込んだんだぜ。主要部末尾のトランスユーラシア軍と一緒に固まってしまったんだ。系譜的に無関係なのに入ったのね。語順の類似を見ている証拠だわ。まさにそれが結論だぜ。系統ではなく類型を追っているんだ。ラムダと K が測るのは、値が木と合うか、競合する木を区別できるかではない。合格した特徴は強く重なっている。主に主要部の前後を見ていたんだ。シグナルはあるけど荒すぎるのね。それじゃあ、司法の負けなのかしら？著者らはデータの限界と見ている。同じ手順は陰王後の海軍を拾うんだ。浅い時代では不安定な断片が出ても、深い時代の安定した木は作れなかった。この構造データだけでは、9000年前の系統は追えないのね。仮説の是非を決めた研究ではないぜ。語彙など別の証拠も必要なんだ。13本の新ツリーバンクと検証枠組み。これもこの論文の大きな成果だぜ。似た文法でも共通祖先とは限らない。接触や収束も考える必要があるのね。大切なのは証拠の限界を知ることだ。今後の研究にも注目してほしいぜ。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が少しでも良いと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。皆さんのコメントもお待ちしています。それでは、また次の動画でお会いしましょう。